この男の愛は奪うことでしかつなぎ止められない歪んだ執着だ。それでもホワイエンは最初から愛していなかったわけじゃない。ただ愛し方を知らなかった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。財閥の一人息子シャオバオとの出会いは森での偶然だった。黒ずくめの男たちと戦うホワイエンに一目惚れしたシャオバオは彼が男だとも知らずに一方的に好意を示し続ける。ホワイエンの方は父から課せられた任務があった。シャオバオの親が持つ裏帳簿を盗み出すこと、それが彼に与えられた最後の指令だった。利用するつもりで近づきながら、ホワイエンは自分でも気づかないうちにシャオバオを特別扱いしていく。他の誰にも絶対にしないことをシャオバオにだけしてしまう。それを愛と呼べるかは分からなかったが、シャオバオが特別な存在だということだけははっきりと認識していた。裏で手を回してシャオバオを守ろうとしたが敵に崩され、結果としてシャオバオは毒に蝕まれることになる。そしてシャオバオは自分をここまで追い込んだホワイエンを心の底から恨むことでしか生き延びられなかった。ホワイエンは会いに行かなかったのではない。父に鎖でつながれ会いに行けなかっただけだった。やっとの思いで戻った時にはもう元には戻れない場所にシャオバオがいた。その理由すらホワイエンにはわからないままだった。ここで起きていることは単純な裏切りではない。ホワイエンにとっての愛が相手の意思を尊重することではなく、自分の手元に置くことになっていたのが問題だった。失いかけた瞬間に守るでも手放すでもなく、さらってでもつなぎ止めるに振り切った。家族の愛を知らずに育ったからこそ、シャオバオが親を思い友人を大切にする感情の重さが理解できない。2人でいれば元に戻れると信じる淡い幻想だけを抱えたまま、拒まれてもなお会いに行くことをやめない。一方シャオバオは揺れていたわけではない。毒を盛られ裏切られた以上ホワイエンを許すことはできない。しかし感情のレベルでは最後まで一度も彼の死を望んでいなかった。矢がホワイエンに向けられた瞬間に浮かんだ表情と思わず漏れた矢という一言がそれを物語っているし、彼の胸に剣を刺した時に流れた涙は決してホワイエンより軽いものでもなかった。生きるために憎むを選び続けているだけで本心はずっと変わっていない。そしてホワイエンはシャオバオのために必ず解毒に必要な花を手に入れると決心する。そこには罠が仕掛けられていると分かっていながらもホワイエンは行くと決めた。シャオバオのためなら命さえ欲しくない。その覚悟を知った時、シャオバオはじっとしていられなかった。毒に蝕まれた体を引きずりながら、それでもホワイエンの足跡を追っていく。夜の森の中で毒が発作した。今度こそもう生きられないと悟ったその瞬間まで、シャオバオの頭の中はホワイエンとの時間で埋め尽くされていた。憎もうとしていたのに、忘れようともしていたのに、それでも死の淵で浮かぶのはあの顔だった。ホワイエンはあらかじめ手下にシャオバオを見張らせていたため、異変にすぐ気づき間一髪で助け出すことができた。朝になって目を覚ましたシャオバオがどれだけ自分に言い聞かせても真っ先に気にしてしまったのはホワイエンの無事だった。その様子を見てホワイエンはまだ自分への思いが残っていると確信する。必ず薬剤を持ち帰ると言い残してその場を離れていく。遅れて現れたシャオバオの幼なじみスーイーは今度こそ本気でシャオバオを叱りつけた。計画を崩したこと、命の危険にまでさらしたこと、その怒りは正当だが、シャオバオは初めてホワイエンのために反発した。治療にはもう一本同じ花が必要だった。そしてそれはホワイエンの父が握っている。戻れば二度と生きて出られないかもしれない。それでもホワイエンは行くと決めた。その場所にはシャオバオの妹も囚われていて、ホワイエンは花と妹その両方を手に入れて脱出する。しかし父との待機で深手を負い逃げ切った後も出血は止まらなかった。
そこへ現れたスーイーは妹と花だけを受け取り、ファイウンを森に残して去っていく。実質見殺しだった。さらにファイウンがシャオパオに渡していたネックレスまでスーイーの手によって突き返された。それはシャオパオの拒絶を意味していた。ファイウンは死ぬ間際まで許されなかったという現実に押しつぶされながら、そのまま意識を手放していく。帰ってきた妹の姿を見てシャオバオは喜んだが、すぐさまファイウンの姿を探し始める。誰も何も言わない中、スーイーだけが死んだと吐き捨てた。その一言を受け止めきれず、シャオバオは必死に居場所を教えろと迫り、ファイウンさえ生きていてくれるなら今度こそ本当に別れて女と結婚するとまで口にしてしまう。それはもう憎しみで縛りきれる感情じゃなかった。地面に崩れ落ちて泣く兄を見て口を開いたのは妹だった。まだ生きているかもしれない。連れて行くと言い、兄の手を引こうとする。その様子を見てスーイーはしぶしぶ手下を向かわせた。そしてファイエンが目の前にはずっと思い続けていたあの頃のままのシャオパオがいた。When your strength is gone, please don't give up now. Don't let go, take my hand and just hold on, even when the この物語でスーイーは悪役ではなく、シャオパオを守るためならファイウンを切り捨てるし、必要なら見殺しにもする。その判断に迷いはない。しかし決定的に間違っているのは、守ろうとしているのにシャオパオが何を一番大事にしているかを理解していないことで、その選択が結果としてシャオパオを一番深く壊していく。妹はシャオパオと血がつながっておらず、原作では成長するにつれて彼に対して結婚したいという感情すら抱いている。それでも彼女はファイウンを助ける選択をした。それは優しさというより覚悟に近い。スーイーのように守るために切り捨てるのではなく、シャオパオが一生後悔を背負って生きる未来を選ばせなかった。つまり妹は自分の思いよりもシャオパオがどう生きるかを優先した。ファイエンという人間を理解するには、彼が何者として生まれたかを知る必要がある。皇帝に愛された女性の子として生まれながら、正妻の嫉妬によって皇帝の子ではないとされ、母は幽閉の末に死んだ。彼を引き取ったのはその母を愛していた皇帝の兄で、しかもその男は母への愛と皇帝への憎しみを同時に抱えていて、ファイエンを復讐の駒として育てた。一度も愛されることなく育てた人間が他人を愛そうとした時に何が起こるか、このドラマはそれを真正面から描いた。ファイエンの愛は最初から最後まで純粋でありながら歪んでいた。しかし最後に彼は愛は奪うものではなく、相手のために差し出すものだとやっと気づく。だから命を懸けてシャオパオのために動いた彼の行動には、見ている側の胸を掴んで離さない説得力がある。そしてそれを受け取ったシャオパオもまた、もうこれ以上嘘をつき続けることができなくなった。また次回お会いしましょう。ではでは。